こんにちは、ミッキーです。今回はドラマでも話題の東京の繁華街六本木から令和の注目カフェ5選をご紹介します。ドラマ六本木クラスにてまさに六本木を舞台にした様子が放映されていますが、現実の世界でもおしゃれで居心地のいい隠れ家的空間がたくさんあります。本チャンネルでも1年半ほど前に六本木のおすすめカフェをご紹介していますが、ここ数年、特に今年に入ってから続々と注目の空間がオープンしています。ドラマで話題になり、日本への外国人観光客も期待できる今だからこそ、先取りで最新のスポットを押さえて、まだ知られていないあなただけの隠れ家空間を探していただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず1軒目にご紹介しますのは、2022年5月にオープンしたばかりの六本木の新たな文化拠点コモンに併設のカフェでございます。若者たちの自由な思想、発想、表現が文化を作った六本木の街で、食や音楽、アートなど様々なカルチャーが行き交い混ざり合うオープンな空間でございます。店名のコモンというのは普遍的な公衆の公共のという意味を持ちまして、六本木の街に住む人々や訪れる人々のコモンプレイスであると同時に、人々が共同管理運営する場所としてスタッフと訪れた人々が共に空間を耕していく、そんな思いや願いが込められています。めちゃくちゃアーティスティックな空間になっていまして、作業向けにもとてもおすすめなスペースになっていますので、ぜひ押さえていただきまして活用いただければなと思います。こちらの店舗は大規模リノベーションで生まれ変わった50年の歴史を持つビルが作り出す空間でございまして、2階はコワーキングスペースになっています。さらにそのコワーキングスペースなんですけれども、防音のスペースがありまして、急な電話会議にも対応できるところが最高でございました。2022年の7月25日現在は、こちらのカフェ利用をされた方は、今申し上げましたシェアオフィス関東の3時間無料のクーポンもいただけましたので、ぜひ六本木付近で仕事に用事がある方はお試しいただければと思います。カフェの利用者のレシートを見せることで利用可能だということでございますので、ぜひレシートを持って2階のスペースに行っていただければと思います。こちら、コモンさんで提供いただけるコーヒーは、バリスタさんが丁寧に入れるスペシャルティーコーヒーでございまして、メインロースターとして常設していますのは、2021年春に東京押上にオープンしました焙煎所、バースコーヒーロースタリー春さんのコーヒー豆だということでございまして、その本格的な味わいも大注目になっています。こちら、この日は朝に訪れまして、エスプレッソトニックと季節のフルーツグラノーラをいただきました。少し値段はするんですけれども、スペース利用だけでも十分に元を取れると思いますし、朝からこういったヘルシーな料理をいただけるというところもおすすめなポイントになっています。続いてご紹介しますのは、私も大好きなお店であります B スクエアードさんの南麻布店でございます。こちら以前にご紹介させていただきました清澄白河編や令和のベーカリー特集でもご紹介してますので、ぜひそちら確認いただきまして、清澄白河店、そして東洋町店も確認していただければと思うんですけども、まさにこちらの南麻布店は2022年の6月にオープンしたばかりのお店でございます。B スクエアードさんは日本初となるベーカリー工場とコーヒー焙煎工場が一体となった新インダストリアルカフェでございまして、こちらは先ほど申し上げました通り3号店になっています。自家焙煎のコーヒーだけではなくて、こちらにも映しています多種多様な天然酵母のパンが朝から楽しめるというところがとてもおすすめなポイントになっています。こちらで提供されるパンに使われています小麦粉は、十勝の前田農産さんから産地直送で仕入れたものを使いつつ、さらにですね、小麦粉の風味を最大限引き出すために 100% フルーツの天然酵母を使用されているということでございます。
こちら B スクエアードさんはこういったグッズもとてもおしゃれでございますし、コーヒー豆のパッケージも素敵な形になってますので、ぜひ気に入られた方はこちらお土産用にもご自宅用にもご活用いただければなと思います。そして先ほど申し上げた小麦なんですけれども、その年に採れた小麦を速やかに製粉し、引き立てのまま味わうプロジェクト、新麦コレクションの小麦粉も季節ごと、期間限定で使用するということでございますので、ぜひその最高品質のパンも味わっていただければなと思います。惣菜系、スイーツ系、サンドイッチ、デザート系、揚げパンなど、品揃えの豊富さも魅力の一つになっていますので、何度か訪れるうちに皆さんのお気に入りのパンを探していただければなと思います。こんな形でアーティスティックな外の席もありますので、ぜひここでパンと一緒にフォトジェニックな写真を撮っていただければなと思います。ちなみにこの日は昼間に伺ったんですけれども、実はその時伺ったのは2回目になっていまして、最初に訪れた時には夕方頃に伺った都合もありまして、パンの選択肢もだいぶ減ってきてしまっていたので、ぜひですね、このお店、何としてでもパンを選びたいという方に関しましては、午前中もしくは昼に訪れていただくといいかなと思います。自家焙煎コーヒーを自慢にしているお店でもありますので、豆の種類も非常に豊富でございますし、コーヒー好きにもとてもお勧めできるかなと思います。ちなみにコーヒー豆は深入り、中入り含めて様々な種類から選べますので、お好みをバリスタさんに伝えていただいて抽出していただけるといいかなと思います。後でご紹介しますのはエスプレッソトニックというものでございまして、夏の季節には納涼感漂うようなドリンクもいただけますので、とてもおすすめになっています。で、イートインでいただく場合にはこういったおしゃれなカップでいただくこともできますし、このカップ耐熱性もありまして、このゴムの部分がグラスであまり熱くなりすぎずっていう形で使うことができるので、もし気に入られた方はグッズとしても買っていただければなと思います。こちらのお店なんですけども、麻布十番および白金高輪から10分程度と少し距離はあるんですけども、ぜひ訪れていただきたいお店になってますので、今回の動画を参考にしていただければと思います。続いてご紹介しますのは、こちらも2022年の4月にニューオープンしたばかりのアークカフェさんでございます。こちらは麻布十番の駅を出てすぐの好立地にあるカフェでございまして、今映していましたようなコンクリートの壁面とおしゃれな木目のドアが特徴的な隠れ家カフェでございます。席の数もそれなりに多いので、ランチ時にも使っていただくことができますし、麻布十番周辺で用事がある方なんかはカフェで待ち合わせの場所として使っていただくこともできるかなと思います。ちょっとした幸せを世界中の人に届けたいというオーナーさんの思いをもとに運営されていまして、こだわりのコーヒー、カレー、チーズケーキが自慢だということでございます。コーヒーはコロンビアとガーテマラのブレンドになっていまして、コクのある香り高い一杯をいただくことができます。そしてこちら、ラボットの料理人でありますアークくんが店頭にいるのも印象的でございまして、このおしゃれながらも居心地の良さを演出してくれているような、そういった雰囲気もぜひ写真に収めてほしいなと思います。こちらが先ほど申し上げました注目のレアチーズケーキ、あとは他にもスイーツとしてティラミス等も用意されていますので、カフェタイムにはこういったものとこだわりのコーヒーを合わせて楽しんでいただければなと思います。ちなみに今ご紹介したチーズケーキは麻布十番の有名イタリアンでありますクッチーナ・ジャンニさんのシェフ監修の限定フレーバーだということでございます。しっかりとした食感に濃厚なチーズのコクと美味しさが詰まった絶品の味だということでございますので、次回は私も試してみたいなと思います。そしてこの日はこちらのビーフシチューをいただきました。実はこの日目当てにしていたのはチキンカレーだったんですけども、品切れでございまして、ただこちらのビーフシチューも注目のメニューでございまして、インスタグラムでも紹介されていましたので、このしっかり肉に味が染み込んだ味わいを試してほしいなと思います。続いてはニューヨークスタイルのドーナツとペアリングを考慮してブレンドされたコーヒーとの組み合わせが提案するカフェでございます。こちらダンボドーナツ&コーヒーさんでございます。こちら以前に水道橋神保町編の動画でもご紹介してるんですけども、こちらは本店になっていまして麻布十番のお店になっています。こちらも駅から 2,3 分でたどり着くことができますので、比較的立地がいい場所になるかなと思います。ホームメイドにこだわりまして、店内で丹念にこねたダンボ秘伝の生地が表面はサクッと、中はもちっとした食感を実現してくれる、そんなドーナツをいただけるお店になっています。ボリューミーな見た目の一方、少量ずつ揚げたドーナツは優しい甘みでございまして、あっさりしているのが特徴だということでございます。店内の空間はこういった形でニューヨークっぽいような雰囲気を示してくれるような装飾で彩られていますし、今ご紹介したような黄色のタクシーなんかはまさにニューヨークっぽいですよね。このダンボさんのパッケージもとても可愛らしいので、この辺と一緒に写真を撮っていただければと思います。でドーナツの種類も非常にたくさんありまして、常時10種類以上備えてくれています。
鮮やかなグレーズソースで見た目にも美味しくボリューミーな大人の味わいだということでございますので、ぜひ吟味していただいて2、3種類試していただきたいなと思います。ただ結構ヘビーな感じが個人的にはしてますので、1個頼んでいただいて、ぜひですね、おすすめでありますコーヒーと合わせて楽しんでいただければと思います。でそのコーヒー何がおすすめかと言いますと、コーヒーは世界で1台となりますオリジナルカスタマイズを施したエスプレッソマシンを使用しているところが一つの注目点になっています。さらに、京都の有名ロースターズさんであります、アラビカから直接仕入れているオリジナルブレンドなども魅力になっていますので、ぜひそのあたりに注目していただいて、コーヒーとドーナツ試してほしいなと思います。この日はこちらのトースティッドココナッツというドーナツと、あとはアイスのブレンドをいただきました。で、甘くて大きめのドーナツなんですけども、このココナッツな感じは少し爽やかにいただくことができますので、甘い中でもちょっと大人な味わいでさっぱりといただくことができたかなと思います。で、結構本当にふわっとしてますので、生地も結構切り応えがありまして、私も割と苦戦してるんですけども、本当に焼きたての感じもとても素敵ですし、あとは口の中でしっかりと味わいを感じていただくことができますので、スイーツ好きな方には特にお勧めできるようなドーナツかなと思います。個人的には学芸大学編でご紹介しているような、ヒグマドーナツさんのようなドーナツも結構好きなんですけども、この辺は好み分かれるかなと思いますね。で、こちらの店、席の数はそこまで多くないので、特に土日なんかは埋まってしまっていることが多いと思います。なので、平日のおやつ時とか、夕食前のちょっとしたひとときに使っていただくのがとてもいいかなと思います。ちなみにこちら夏場はクラフトコーラも提供されていまして、おすすめになってますので、ぜひ試してみてください。そして最後にご紹介しますのは、オデオンズコーヒー&ギャラリーさんでございます。毎日飲みたくなるコーヒーと毎日笑顔にするホームメイドスイーツをコンセプトとしたアーティスティックなおしゃれカフェでございます。香りと味わいを大切にコーヒー豆をセレクトし、国産の素地や天才糖を使用した無添加で体に優しい手作りスイーツをご提供してくれます。あとは何といってもこちらのアーティスティックな空間ですね。多種多様なアートが飾られていまして、販売もされているということでございます。で、至るところに芸術がありますので、くまなく探していただいて、その空間に浸っていただければなと思います。こちらは多種多様なジャンルのクリエイターさんたちが提供してくれているということでございまして、先ほど申し上げましたような展示も販売も兼ねているような空間になってますので、まさに店名の通りギャラリーとしての意味もあるような空間でございます。で、外観も美しいですし、この内観もアーティスティックなので、まさにフォトジェニックな空間ですよね。アートな空間なので、私も少し身構えて入店したんですけれども、店員さんもとても物腰が柔らかく、とても素敵な接客をしていただけましたので、そこもお勧めできるポイントですし、居心地よく過ごすことができるかなと思います。カフェのスペースは2階席になっていまして、こんな形で階段を登っていただいた先にありますので、まさに隠れ家的な空間でございます。で、こちらで提供されますコーヒー豆は、以前に三軒茶屋編でご紹介しましたオブスキュラさんの毎月ベストな状態の豆をセレクトしているということでございますので、ぜひそのあたりも注目していただいて、その間違いのない味わい、そしてアーティスティックな感性を持っているオデオンさんがセレクトしたコーヒー豆も味わっていただきたいなと思います。ちなみに私もインスタグラム等を拝見しまして、焼き菓子の看板メニューとしても紹介されていましたバターサンドをいただこうと思ったんですけども、残念ながら現在は販売休止になってしまったということでございますので、今は別のメニューを探していただくのがとてもいいかなと思います。と言いますのも、現在ブランドリニューアル中だということでございまして、今映していますようなまた新しい注目の焼き菓子が提供されていますので、ぜひその日のおすすめを聞いていただいて注文していただくといいかなと思います。私はこの日はアールグレイスコーンとあとカフェモカをいただきました。で、まさに冒頭で無添加で体に優しい焼き菓子とご提案しました通り、こちらのスコーンも出来たての香り高い状態でいただくことができまして、とても絶品になっています。見た目だけだとなかなか伝わらないと思うんですけども、私もカフェ巡りをしている中でたくさんの焼き菓子、スイーツをいただいていますけども、このスコーンは一番美味しかったかなっていうところが今の感想でございます。まさに毎日食べたいようなお菓子と言えるような完成度でございましたので、カフェ好きな方にはぜひ一度試していただきたいなと思います。もしかすると少し値段が高いように感じる方もいると思いますけれども、ぜひですね、こういった機会ですので試していただきたいなと思います。で、今回はカフェモカを注文したんですけども、カフェモカ以外にもコーヒーメニューとても美味しいので、アイスコーヒーだけでなくてホットコーヒーも今後の寒くなってくる季節なんかには注文していただくととてもお勧めできるかなと思います。
そしてこちらのお店、アートな空間と申し上げたんですけども、実はお手拭きにも可愛らしいイラストが描かれていまして、ここも一個一個見ていただいて、ちょっとクスッと笑ってしまうような、そんなアートな空間も試していただければなと思います。以上、今回は六本木麻布から令和の注目カフェ5選をご紹介させていただきました。六本木というとどうしても六本木ヒルズとかミッドタウンとか、そういったところに注目が行きがちなんですけれども、少し六本木から離れていただいて麻布十番側に歩いていただきますとアーティスティックな空間がたくさんありますし、六本木につきましても最初にご紹介したようなコモンさんのように新しい空間が続々とオープンしてますので、ぜひこういった動画とか他の SNS 等も参考にしていただいて、お気に入りの六本木の空間を探していただければなと思います。特に今回ご紹介しました通り、フォトジェニックな空間もありますので、カフェ巡りだけを目的としても楽しめるような、そんな空間が六本木にあるといったところでございます。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。